おはようございます。マイクのテスト中です。お待ちください。3月26日水曜日、今日は遅れてしまいました。すみません。7時20分から7時20分からライブ配信を始めます。どうしたんだ、どうしたまずは今だいぶ私動揺してしまいましたが、いやそうじゃなくてももうすでに動揺はしていたんですけど、時間が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。リアルタイムでね見てくださる方もいつもいらっしゃいますので、そうすると6時半になっても始まらないと、40分になっても始まらないね、50分になっても始まらないってね今日なってしまったので、本当申し訳ありませんでした。起きたのが7時10分だったので、やってしまったと思いました。だいたい1年くらい、去年の3月末からやってるので、起きてライブ配信の時刻がもう過ぎてしまっていたっていうのは、これが初めてですね。はい、おはようございます。猫様にも反応くださりありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。それで、7時10分に目が覚めて、とりあえず投稿をに寝過ごしましたと。7時20分からライブ配信始めます。とにかく遅れてでもやらないとなとは思いましたので、7時20分がキリが良かったので、7時20分からだったらできそうだったので、ということで始めてみました。そしたら始めた早々に、こちらの今映っております猫さんが早速登場して、どうしたのこんなに颯爽と最初から登場したのは。最近比較的映ることは多いんですけど、あんなに勢いよくヒューンって入ってくるのは今回が初めてじゃないかなと思います。ということでダブルで動揺しました。はい、よろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。心配をおかけいたしました。はい。びっくりした。起きてびっくり。7時10分はちょっとびっくりでした。大変失礼いたしました。はい。ではどうしましょうね。猫様が。今ちょっとスマホに尻尾が当たってドッキリいたしました。はい。よろしくね。よろしくね。ということでよろしくお願いします。はい。はい。君ともよろしくお願いします。はい。じゃあ今日もありがとうございます。落ち着いていきますね。猫様はともども若干動揺しつつ。すごい今猫様はね、iPad で自分のね、ここを確認してますね。見てますね。私の左側に iPad が置いてありまして、それでいつもこの映ってる画面を確認してるんですね。それを今猫様が見てるような状況になりますので、確認をされております。では、ちょっとコメントも見えません。コメントも見えない。お猫様が邪魔で。とにかくもう遅くなってしまっているので、20分から始めたから、30分間ということで、3、4、5、50分まで。ね、今日は、なんかもう、まったり座り込んでおります、猫様は。50分まで進めようと思います。よろしくお願いします。はい。猫様。猫様配信もね、
猫様配信ですね。どうしたんだろう、猫様。ということで、今日は、もちろん、あれはするんですけど、差し子はするんですけど、だいぶ猫様が占める面積が多いようなので、フレームアウト、今日はね、してしまうかと思います。ただ、最後にはね、今日はこの辺進みましたっていうのを見ていただこうと思います。一応私これやっております。一応はやっております。今日は、じゃあ、猫様がいるから、猫様の様子を話そうかな。今日の猫様は、多分5時40分くらいかな。5時40分くらいにガサ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 起きましてですね。なんでガサガサ起きるか、音を鳴らすかっていうと、そんなに大きい音じゃなかったんですけど、今日は私がキッチンカウンターのとこに置いていた小さめのクリアファイルか。あれを地面に落として、そのクリアファイルをなんかちょいちょいやってるから、なんかサワサワ音がするっていう、あれは猫様がクリアファイルをサワサワしたいのではなくて、何か音を鳴らして僕のご飯頼むよっていう、これは合図だったかと思います。それでその時間に朝ごはんを、早めでしたけどあげまして、それで寝たんですよ。そして起きてびっくりみたいなことです。はい、今糸がここから出ていまして、反対の外枠まで来ましたので、隣に移っていこうと思います。これはどうしたらいいんだ。猫様の話の途中だったんですけれども、ちょっとね、こっちに集中しますね、今ね。隣に移るところの針の動かし方を今気をつけながらやっております。はい、いいかな。やっぱりね、自分のね、ここが映ってるのなんか分かってるかもしれないですね。今もなんか見てましたね。iPad の画面を。自分のって認識どうですかね。してるかな、してるんじゃないかななんて思ったんですけどね。はい、隣に移りましたので、針を進めていこうと思います。ということで猫様はですね、そういう作戦で今日私を起こしてきまして、それまでは私の左側の腕を腕枕にしてお休みになられておりました。基本冬はお布団で猫様寝ることが多いので、何かをね枕にして、今日はだいたい腕枕多いんですけれども、それでお休みになられていました。はい、猫様の様子はそんな感じでございます。はい、刺し子は順調に進んでおります。ちょっとね、横ラインに入ってから、
ちょっともしかしたら窮屈だったかなっていう、糸を引いた時の糸の引き加減の、ちょうどいい塩梅でとは思ってやってはいたんですけれども、それにしてももうちょっとゆとりを緩めに、だけど緩すぎず、少しね窮屈な感じがあるので、その辺をここから微調整して、いい塩梅の程よい引き加減でやっていくのを気をつけようと思います。あとはそうですね、このままの流れで刺し子の方の進捗について話をしようかなと思います。今収録動画の方は4回目の配信まで終わっています。4回目のちょっとお待ちください。4回目、桔梗朝の葉4回目が3月24日に配信をしたんだ。で、今日が3月26か。はい。で、次が5回目になるんですけれども、それの編集を昨日やっていました。もともと収録は済んでいましたので、iPad に動画を取り込みまして、それを LumaFusion というアプリで編集をかけると。基本1本の長回しの動画ですが、冒頭の不要な部分を切ったり、あとは最後の方に BGM をつけたり、あと終了画面を設定したり、そのあたりの編集をしていました。最近はアプリの方の調子がなかなか難しくてですね、何の問題が一番多いかというと、なぜか保存ができないっていうね。これ編集ができても保存ができないとなるとなかなかの致命的な問題になるのですが、あの辺の不具合というエラーがまだね続いてはおります。一発ではうまくいかない。編集とかはスムーズにはいくんですけれども、一発では保存っていうのがねできないんですよね、不思議なことに。で、このあたりも他にもね同じような症状の方いるんだなみたいなのをちょっと少し調べると見えてくるんですけれども、いろいろ法則というかパターンかな、こうすると保存できないのかもみたいなところ探ろうと思っていろいろやっていたら、何でしたっけ、ちょっと待ってくださいね。専門用語がなんて書いたかな、トラジション、ちょっとカタカナ間違ってたら申し訳ないんですけど、トラジションを間に入れて、それ何かってなると、例えば動画がこう長回しのがあって、間ちょっと沈黙部分が多いとかになると、この真ん中の部分をカットしたりするんですよね。私模様を描いたり晒しに描いたりする動画の時はそういう編集よくかけてるんですけど、そのカットしたところをなんかうまい具合につなぐっていうのを入れるんですよ。それをいろいろ種類選べて、例えば元々のあった映像があって、次のね切ってその次の映画つなぐときにこうつないじゃうとここがね不自然なっちゃうから、なんかぼやーんってぼやかす効果を入れたりとか、あとはスライド、こっちから新しい画面がシュッと来てっていう動きを入れたり、
あれを入れるときたまにあって、なんかそれを入れると保存できないみたいな。例えば iPad に動画を取り込んで、その動画をアプリに入れて、ただただカットしたりとかするだけだったら、そこの段階で試しに保存ってしてみるとできるんですよ。保存は。だけどさらにそういう風になんか効果、アニメーション効果的なものを入れると保存できないとか。そういうのがね、だんだんやってくると分かって、じゃあその効果を入れなきゃいいのかとかね。でも入れないと不自然だから、じゃあ同じような違う種類で入れてみようとかね。それを違う種類にしたらもしかして保存できるかもとかね。そういうのを試してたんですよね。それで、入れてやったらたまたま保存できたので、それで、ああ、よかったみたいな。その辺もね、一発ではうまくいかなくって、変更したりなんだり合間のね。はい、ありがとうございます、補足を。私にはちょっと、なかなか用語がわからず。で、それで、とにかく、結論は保存できた。でもこれが次の動画の時もうまくいくかってなるとちょっとわからない。でもなんか試してみようみたいな感じですかね。できないわけではない。ということで無理やり頑張っております。その動画の方なんですけれども、今非公開状態で YouTube にアップロードまではしています。ですので、あとはあれですね。話した言葉の文字が出るのと、そのタイミング、あの辺を合わせる。あれが一番時間かかってるんですけど、それはね、編集としてやりたいなと。やっぱ中には、音声で配信の内容を掴んでるっていう方もいらっしゃいますし、あとやっぱ海外の方もわずかながらいらっしゃるので、ありがたいことに。そういう方の役ができるだけその中でも正確になるといいなと思いながら制作をしています。で、いつか本当に音声トラックに対応するのかわからないんですが音声トラックって何っていうのは、今は文字情報では英語とかフランス語とか文字で出る分に関しては変えられるんですよね、今の状況で。それが音声でもできるというのが音声トラックで、それが新しい動画から徐々に対応していきますっていうことらしいんですよ、 YouTube 側さんで。で、それが対応すると、私が日本語を喋っているのに音声トラックの中の項目を例えば英語で選ぶと英語の音声で流れるらしいんですよらしい。だけどまだ対応は順次対応していくらしくて、私の動画ちょこちょこ確認するんですけど、なんかね、あったりなかったりで、あったりっていうのは音声トラックっていう項目がね、それはあれですよ。字幕をつけるかつけないかというか、字幕の種類を選ぶメニュー画面と同じところに音声トラックって並んでるんですよね。で、音声トラック並んで、項目があるんですけど、
これもね、あったりなかったりなんで、見ていただくタイミングとかデバイスによって違うのかもしれないんですけど、私スマホで見た時に、ある時はその項目の中に音声トラックってあるんですよ。でもある時はないんですよね。で、ある時に音声トラックってタップしても、本来だったら音声で翻訳できる、なんて言語が並ぶはずなんですけど、全然ね、並んでないんですよ。だから項目だけあって実質変えられないっていう。今はね、その段階なんですよね。なので、いずれできるのかなって思いながらと、なんか思っていたら猫様ちょっと動き出しましたね。向きを変えました。向きを変えて、より iPad の画面を食い入るように見る位置に変わりました。はい、そうだ、話しながらね、やっていたから、なるべく横ライン今入ってるんですけれども、ゆるすぎずきつすぎずをしっかり確認しようと思ってたんですよね。それをね、今確認をしております。はい。ギリギリもう一行いけそうな予感ですので、進めてみようと思います。今、隣に移動中でございます。はい、隣に行けました。で、音声トラックも、先ほども言ったように、私の YouTube ではまだその選択はできてないみたいなんですけれども、もしね、できるようになったら対応できる言語は、文字の方のね、字幕の方の翻訳よりも対応できている言語は少ないみたいですね。今は、でも少なくとも英語は確実にあったはずです。いや、私は、その対応してる項目になるか、中にあるかわかんないんですけど、韓国語とか選択できたら面白いだろうなって思ったりしています。もちろんどれくらい正確かとかね、そういうのが全然未知数なのでわからないのですが、私は韓国語を勉強しているので、韓国語になったら面白いなっていう話ですね。それをちょっと今楽しみにしています。どんな風にね、対応して、なんか音声もなんか似たようなのを選ばれてるっぽいんですけど、だから多分ね、私この声だから、音声トラック乗った時男性の声ではないとは思います。少なくとも。もうちょっと違和感なく聞ける声なんじゃないかなと思っています。なので、そうですね。今日が水曜日でしょ？木、金あたりで、その文字とタイミングの方の編集できたらいいな。で、少なくとも今月中、今日が26だから、3月後半になっても、後半もうね、もうすぐっていう感じですので、今月中にその1本はね、配信できたらいいかなっていうふうに思っています。で、同時にその間に、次の朝の葉、桔梗朝の葉、6回目。次が
そう5回目は今の話の編集してるっていうやつで6回目ですね。それをね同時に今月中には撮りたいなと思っています。で、そうですね、今見てくださっている方にライブ配信をせっかく見ていただいているのでリアルタイムでのことが言えるのでお話しすると、5回目は朝の葉のもちろん桔梗朝の葉差し越してる続きやってるんですけど、だいぶ猫様がね登場しますだいぶというか後半ぐらいに猫様が登場してくださいますので、そちらもどうぞ猫様ともどもよろしくお願いいたします。どのあたりでどういうふうに登場するかは動画が配信されてのお楽しみということにしますね。あまりあれです。いや本当だったらテクニックとしては突然猫様がみたいなやつとか書けばねやっぱちょっとインパクトとかあるかもしれないですけど、ほらサムネイルにねあえてちょこっと写すとかね、テクニックとしてはあるんだろうなと思うんですけど、私はそれをしないっていう方針でやっております。今のところチャプターにも入れるかどうかも不明です。チャプターくらいには入れますかね。でもサムネイルには確実には入れないですね。あまりこう流れみたいなのを崩さない方を優先にしたいので、このあたりはどういう YouTube の見せ方をしたいかによって変わってきますので、はい、それぞれだと思います。少々お待ちくださいね。これはどこだ？あ、ここか。はい。で、ここまで行って、反対の外枠まで来ましたので、裏で重ねて、一旦糸を切ろうと思います。あ、そっか。それでもう50分ですから、そろそろですね。じゃあ、まずね、裏で重ねて切るところまでやりますので、全然フレームアウトして申し訳ないんですけど。はい、今重ねております。そうだ。全然関係ない話なんですけど、いや、私がこういう風にライブ配信してるから、当然刺し子は好きなんですけど、その他にも好きなのはいろいろあって、前に動画でね、刺し子ノートの動画配信した時に脱線して言ったこともあるので、知ってる人は知ってるでしょうけど、韓国ドラマも好きだし、それに伴ってさっき言った韓国語の勉強してるっていうのもあるんですよね。で、それはそれであるんですけど、あとはちいかわが好きで突然なんだよっていう。そうこれとかね。そうだ、これでこの缶ね、これこういうね指抜きとかをこう入れてあげてるこの缶、これもねちいかわちゃんですけど、ちいかわちゃんっていうか初割れちゃんですけど、それで多少のなんだろうな、好きなんだねっていうとこは見えてたかもしれないんですけど、何をこれで言いたかったかっていうと、ちいかわのアプリが出ますね。やっと配信に
今日か明日か明日か明日かなるので言いたかったのはそれが楽しみですっていうことを言いたかったです。私は今それを楽しみにしている。というかなんかね、日常生活の中にいろいろあるとこう私の中では今心配事とかねちょっと抱えてるんですけど、ああいうのがあるとそういう好きなものをね意識するっていうのが私にとっての心のバランスを整える上では非常に大事なんですよね。だからこうやって幸子が好きだから、たまたま流れでライブ配信やってるし、で他にも好きなものがあって、その中の一つで追加のアプリが増えるなっていうのをちょっと思ったっていうことを言いたかったです。ということで、はい、糸切ったところまでにしますね。表から見ていただくとこのような感じになっております。裏から見ていただきますとこのような感じになっています。なのでライブ配信が進めば進むほど、特に裏側の模様の出方ですね、縦が本当にもう点々点々みたいなね、こういう感じでしたので、それが横ラインが入ってくることによってこういう風にね模様が浮かび上がってくるんですよね。これがね一目指しならではの面白さっていうところがあって、一目指しが人気なのもなるほどなみたいな風に思う。これにさらに広がっていくし、あと斜めもこの模様ありますので、そこでもまた模様がねさらに浮かび上がってきてっていうのが非常に面白いと思います。一目指しの。なのでライブ配信をね見ていただくごとにこの模様がどんどん広がっていきますので、そういうのを見守っていただけましたら嬉しいです。はい。ではあとライブ配信できましたので丸シール貼って終わりにしますね。後でねこのシール今日貼るので、そこのところに寝過ごしたって書いておきます。今日が26ですので、ここですね、ここに貼っていきます。そして昨日は今日朝の方少し進めておりましたので、昨日のところですね、25、はい、ここにも貼っておきます。はい。ということで今日はここまでにしようと思います。はい、コメントありがとうございます。今ね、あれなんです。事前登録してた人は早めに入ってたのかもしれないです。私事前登録してたのでもう入ってるんですよ。でもただリンクが飛ぶだけで実質動いてないんですよね。やっぱりそれ27あたりからみたいなので、はい。世界観は可愛いので見て癒されるといいかななんて私は思っております。ということで今日もライブ配信をご視聴くださりありがとうございます。今日は配信が始まるのが私がだいぶ寝過ごしてしまったために、いつもは6時半からスタートなのですが、今日は7時20分からスタートいたしました。7時20分から7時50分ということの中でね、配信をさせていただきました。大変申し訳ありませんでした。はい。動画はこのまま公開状態にしておきます。アーカイブの方でもご視聴くださりありがとうございます。はい。今日は猫様がもう積極的に最初から登場してくださり、もう最後までね、このようにいてくださっております。いつも登場するわけではありませんのではい。最近は多めですが、
ただ基本レアケースと思っていただければありがたいです。今日も天気良さそうですが、さっき私新聞取りに行ったら外すごい強い風だったですね。うちの住んでる方はちょっとそこがね、風がちょっと気になるかな。でも日差しはとても良さそうな今日は天気になっております。はい、ではご視聴くださりありがとうございました。失礼いたします。